どうも皆さんこんにちは、ボノのかいくんです。今日はですね、Figma の UI デザイン超初心者チュートリアルをやっていこうと思います。はい、というわけでですね、この動画は Figma の使い方を解説する動画になっておりまして、何本か続けて、UI デザイン、UI 作成ですね、をしながら Figma の使い方を学んでいこうというチュートリアル、その動画になっております。で、この動画まずそのチュートリアルそもそも何をやるのか、なんでそれやるのか、それで本当にその Figma がね、伸びるのか成長するのか使い方わかるのかっていうところを、説明するようなパート、最初の紹介パートですねにしていこうかなと思っております。実際もう4年前とかに撮ったやつがあるんですけど、ものすごく古くなってるんで UI 自体がねいろいろ変わっちゃって Figma がね、なのでこれで2025年なんですけど今は、新しいものを撮って、これから Figma をやりたい方とか、そういう方向けに、チュートリアルちょっと作っていこうかなというところでございます。はい、それではね早速何やるのかこのチュートリアルでっていうところを紹介していくんですけども、はい、こちら、2つ今ね、iOS、iPhone のスクリーンショット YouTube のアプリ、あると思いますけど、こちらを UI トレースしていくという、チュートリアルになっております。はい、なので1個ずつ丁寧に機能だけをやるのではなく、機能の紹介とそれを実際にどういう風に使って、こういう UI とかを作っていくのかっていうのを実演しながら、自分でも手を動かしながら、身につけていける、そういう Figma のチュートリアルになっております。はい、の超初心者向けでございます。はい、安心してください。超初心者向けにやっていきます。で、なんで UI トレースで Figma も学んだ方がいいのかっていうところなんですけども、いろいろ今だとね書籍とかね出るようになりまして、 Figma の方もね機能の紹介とかね書いてあると思うんですけど、ぶっちゃけ覚えるもんじゃないんですよね。僕覚えてないんですよ。僕も Figma 触って多分5年以上はやってると思うんですけど、いちいち覚えてないんですよね。もう慣れなんですよね。慣れね。はい。なのでもう作った方が Figma の使い方を身につけようと思ったらね、早いとね僕はもうすごく思ってるんですよ。この機能がとかって理解するより、もう使ってみる、実践でどういう時にこの機能を使うと自分が作りたいイメージに近い、UI とかを作っていけるのか、ボタンってどうやって作るのとかね、ナビゲーションどうやって作るのみたいなっていうものをやりたいことベースでねやっちゃえばもういいんじゃねえかというのが僕の考えなので、さっきのね YouTube のアプリをトレースしながら Figma の使い方をね学んでいくと。はい、なので、ウェブサービスですね、UI デザインとか UIUX デザインやりたいって方とか、ウェブサイトをね作っている方で Figma をやっていきたいって方向けにもなるかなと思っております。はい、でこのチュートリアルのゴールはね、一応3つ書いておりまして、1つはですね、さっきの YouTube アプリの画面、これとりあえず完成させていきましょう。僕と一緒に僕のやり方を見てその通りにやっていけば必ずできると思いますので、先ほどの YouTube アプリのホームの画面ですねと、詳細の画面、動画の詳細画面ですね、あれをトレースして Figma のデータにしていく、Figma でデザインしていくっていうのが一つ。二つ目、これはですね、ボタンやナビゲーションなどね、基本的な UI の作り方、これを Figma を使ったもので体験をしていくというものになります。なので、これから UI デザインもやりたいって方的には、どういうふうにボタンで作られるのか、データとしてね、Figma のデータとして、やるのかとかが、そのままイメージつくかなというのもあって、結構ねそのやりたいことと Figma の使い方っていうのを結びつきやすいチュートリアルになるんじゃないかなと思っております。これはゴールの2つ目ですね。で3つ目が、最後の方にですね、オートレイアウトとかプロトタイプっていうFigma の結構機能があるんですよ。大事な。で、初心者がいきなりそれやるともうやばいことになっちゃうんで、今回はやらないんですけど、そんなにやらないんだけど、最後の方にこのオートレイアウトとかプロトタイプ機能とかね、コンポーネント機能とかいろいろあるんですけど、それを触れるっていうパートもね用意することによって、だいたい Figma で使っといた方がいい機能までちょっと触ることができるっていうところまでいくっていうのがこのチュートリアルゴール3つ目です。はい、これを、やるためにトレースしながらねちょっと進めていこうかなと思ってます。で、ざくっとね目次立てるとこんな感じでした。これまだ僕、ね、今から撮影するので多少変わると思います。なので、大体イメージついてもらえればいいんですけど、まずホーム画面をね作成していきますと。はい。で、次の動画では多分準備ですね、その作る前にいろいろやんなきゃいけないんで、それをやって、で一つパーツずつね作っていきます。動画部分とかヘッ
ったナビゲーションとかボトムとかナビゲーションとかショーツの部分とかね、これがホーム画面ですね。で、ホーム画面終わったら次動画の詳細画面ですね。スマホで今この動画見てる方は多分今表示されてる画面になるかなと思うんですけども、はい。っていうのを作っていって、最後にこうさっき紹介した基本機能みたいなね、オートレイアウトとかプロトタイプとかね、ちょっといろいろあるんですけど、この辺もちょっと触って、やってみようというところまでやろうかなと思ってます。で、レベル感に関してはもう超初心者向けなので、大丈夫だと思うんですけど、初心者の方であれば、ただ基本解説とかは他の動画でねこうやってるんですよ。なんかこういう機能があってとか、ダッシュボードっていうのはこういう構成になっててとか、はい、そういうのは別の動画でやってますので、何も知らないよって方はこの Figma の基本解説これ1時間ぐらいあるんですけど、なんか大体分かればいいと思うので、そんなね1時間見なくていいと思うんですけど、はい、これ見てからやるといいかなと思います。で、さらにはですね、バナーを作るっていうのを通して使い方を、お伝えするチュートリアル、これ3本分のものがあるんですけども、こちらもあるので、UI やるにしてもここから始めた方がいいかなっていうのもちょっと思ってはいますので、はい、この辺ねやってない見てないって方いたら、まずここからやってもらった方がすんなり入りやすいかなとは思います。僕も基本的にこの辺で、詳しく話してることはそんな詳しく話さないっていうスタンスでいこうかなと思ってますので、はい、もしよかったら、こちらもね YouTube に無料でありますので、ぜひ検索してやってみてください。で、最後ですね、取り組むマインドですね。これでね、人それぞれあると思うんですけど、完璧目指さなくて大丈夫です。最初ねこう新しいツールだと思うので、全くこういうデザインツールとかで、特に触ったことない人ってなんか意味わかんないと思うんですよ。みたいな、そんななんかできんのかなみたいな、どこに何あるかわからないみたいな、なんか変な状態になっちゃったみたいな感じになると思うんですけど、もうこれ慣れです。正直僕は覚えてないです。もう一回言いますけど、なのでもう完璧目指さなくていいです。この Figma にどんだけこう慣れていけるか、使った回数で使えるレベル感っていうのが上がっていくので、安心してください。いきなりできる人っていうのは、たまにいるかもしれないけどほぼいないので、はい、完璧目指さないでください。で、あとメモとかは僕基本的にいらないかなと思っていて、もうそれやるんだったらとにかく使うっていう量、作るっていう量を増やしてあげた方がより早く上達するかなと思ってますね。はい、なので取ってもいいですけどね、もちろんそんな細かく授業みたいなスタイルでやるよりかはもうガンガン作っていく、使っていくっていう方がめちゃくちゃ伸びしろ早いと思います。で、小さな達成感と気づきを大事にするですね。これも完璧目指さないと一緒なんですけど、最初できません。なのでちょっとできるようになった、分かったっていうのをもう大事にしていってください。なんかここまでできないと私のプライドがとか、いろいろあると思うんですけど、基本的にはもうちっちゃくちゃんと気づいていく、抑えていくっていうのがすごい大事だと思うので、はい、ここはね意識してやってみると、なんかそんなになんか変にねハードル上げずにやれるんじゃないかと思っております。はい、というわけでね、次の動画から早速やっていこうかなと思っております。はい、私自身ですね、なんでこんな Figma のチュートリアルとかやるかっていうと、やっぱりでもAI とか出てきてしまってはいるものの、まだまだね、やっぱデジタルに慣れている人って人材というとあれですけどね、ビジネスチックですけど、少ないと思うんですよ。それを増やしていった方が、多分皆さんの生活もどんどんネットを使えるようになっていくので、多分よりできることが増えると思いますし、市場経済的にもですね、やっぱりまだ全然人材足りてないんですよ。僕もデザイナーをね育成するようなボノっていうサービスをやっているんですけど、全然やっぱ日本国内だけで見ると人足りてないところ、デザイナー足りてないみたいなねところ足りてないので、はい、そういう方向けにはどんどんねやっぱこういう学べる機会、しかも分かりやすくっていうところは増やしていった方が絶対的にいいと思うしっていうところがあるので、はい、で僕ね過去に撮ったんだけどちょっと古くなったんで Figma のね動画が、はい、なのでちょっと新しくこういうのをねちゃんと無料でやっていこうかなというところになっております。はい、僕に関してとかボノっていうのをやってるものに関してとかは、概要欄の方に一応リンクあるので、もし気になった方いたらねちょっとそこから何やってんのこいつってとかちょっと覗いていきつつ Figma の使い方学んでいってもらえればと思ってます。はい、というわけでじゃあ次の動画から早速準備の方をやっていきたいと思いますので、これ良かったなと思う方いましたらぜひチャンネル登録とか、高評価、あとシェアよろしくお願いします。応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。
お会いしましょ動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意しています。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からBonoについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひねチェックしてみてください。